僕若い頃は KO したシーンだけを見てたんですよ。でどうやってこの技出してるんだろうっつってその技めちゃくちゃ練習しても当たんないんですよ。こっからまず最初こう手をこうやって振るだけ、こういうのとか使わずにこうやって振るだけで、で振る時にコンビネーションの終わりを同じ意識で違う技出すと当たるっていうのが多分今ドンピシャ一緒かなって思いました。絶対に見ちゃう何かとかっていうことを利用するんですよ。だから例えばってやっちゃうと見ちゃうじゃないですか。確かになんか多分これ全てじゃないかもしれないですけど、もしかしたらですよ、なんでこれが当たったのかのこのコンビネーションが入ったのかなとか、そこだけを切り取ってみるとわからない分析的なものきっとあるんですよね。もっと前のあれがあったからみたいなのきっとあるんですよね。ありますね。僕も昨日もちょっと喋ってたんですけど、動画とかをアホほど見まくってコマ送りで見まくってて、僕若い頃は KO したシーンだけを見てたんですよ。でどうやってこの技出してるんだろうっつって、でこういうこの足の位置でこういう風な向きにしながらこう蹴ったんだっつって、その技めちゃくちゃ練習しても当たんないんですよ、実際自分が使っても。で最初は、自分にはこの技ができないんかなっていろいろ考えてたんですよ。結局は、相手の重心とか相手の目線とか意識とかが同じ条件になってなかったら、そもそも同じ技が出せたとしても当たんないじゃんっていうことに気づいて、そこからはよくその倒される相手側になって試合を見て、でなんで見えなかったの、なぜそれがもらっちゃったのっていうのを研究するようになってからは、ここでこの技で、ここを意識させられて重心がここになってたから、さっきのあの技に反応できなかったんだとかっていうふうに、動画とかを見るようになったんで。なるほどなるほどそうするとようやくその、真似した技が当たるようになったりとか、その技ができなくてもこういう工夫をしたら相手の重心がこういうふうになるから、自分だったらこの技がこの状況だったら当たるかなみたいなことができるようになったんですけど、なんかごめんなさい、なんか僕の話はじゃあなんかそんな感じの、そうだと思います。本当にここだけ切り取って、初めは技術のそこばっかりでマジックも練習するんですよ。練習しなきゃいけないんで、多分月の練習もそうだと思うんで、ですけどそこの多分クローズアップマジックは特にそうなんですけど、対話として流れがしっかりできてないと本当に飲み込んでもらえないので、それがなんか格闘技の中にもあるんじゃないかななんて見ててなんとなく思うんですよね。特に上級の人たちはそこでやり取りしてるように見えるんで、僕にはなんか結局この技ができても当たんないっていうのはなんかすごいさっき、そういえばとであれですよね、多分K1 のね試合とかも見てましたけど、同じコンビネーションもう読まれ出しますもんね。そうですね。でも逆になんかその振りとなるコンビネーションがあったら逆に効くんじゃないかなと思うこともありますし、今みたいなね。なんでそういうのはマジックはもう完全に意識して作ってますね。そうですね。これは意識的にやってる人とやってない人で差が出てくるところに間違いありますね。そうですね。そこら辺がフェイクとかがより効くことにもつながるのかなとは思ってます。いや毎回こういう突っ込んだ話になっていくんであとはもう、前も言ったかもしれないんですけど、フェイクとリアルの動きは極力同じにするっていうのはもう前提というか、そこにヒントがあるんで、さっきのコインを取り上げるっていう動きも、同じ動きを、この動きが一個のお手本、お手本、本当に取る、これが本当のお手本なの。そうするとこれが本当のお手本なの。そうするとってなるんで、同じ動き取ったようにしか見えない同じ動きをするんですね。同じ動き取ったようにしか見えない同じ動きをするんですね。本当だ、取ったようにしか見えないの分かってるのに。そうなんですよ。それが分かってても騙されるっていう風になるとよりいいですよねっていう話ですね。こうやってね、どっちかよく分からなくなると。もう本当にどっちか分かんないあと細かい技術としてはもう自分も取ってると思ってる。それはめちゃくちゃ大切ですね。多分ね。そうですね。僕らも結構あれですね、よくハイキックをミドルキックに変えるコンビネーションをやるときに
ハイキックの時はハイキック意識して、ミドルキックの時にミドルキックが意識してる人って、もうこのフォームの瞬間に、あ、次はミドルなんだなって分かるんですよ。そうすると、もうなんか同じそのコンビネーションだけど残念っていう感じになるんですけど、意識的に僕がやってるのはハイキック蹴って、ハイキックを蹴ろうと思ったのに足だけミスって下行っちゃったみたいな感じで蹴ると相手が引っかかりやすいっていうのがあって、もう意識がハイキックにいってるんですね。そうです。なんか、だから目線というと、例えばですけど、ちょっとすごい、これよく左でミドルやったりするよ、左でこう入ってる時ってもう今もこっち来ると思いますよ。で相手の目を見て、自分ももうイメージは言葉は悪いんですけど、このハイキックで頭ぶっ飛ばして殺したのかなぐらいの感じで意識をやってバッと持っていくと、相手ハイだと思うじゃないですか。でこの意識をめちゃくちゃ強く持って、ハイキックだって言いながらミドル蹴ると、蹴ると、バレないっていう。いや当たりますね。今のはあばらが折れてますっていうのがなんか似てるのかな。いやそうだと思いますね。その意識は大事だと思います。それがマジックの場合はもうさっきとして出ちゃうんで、技術をなんかもう何やったか分かんないけど何かやったってよく言われる。それはもう何もやってない意識でやれるようにならないとダメなんでっていう感じではあります。騙すときは。意識を消すのは僕あれなんですよね。意識を消すのは苦手なんですよ。もうなんかなんですかね、このどうしても格闘技なんで、そうでしょうね。やったろうっていうか口は悪いですけど、こういうぶつかり合いじゃないですか。だからそのこれをやろうっていう意識を全部消すのができないから、より強い意識を当てて相手にこっちの意識に気づかせないっていうか感じ出すよね。いやでもそれは一つの正解だと思いますよ、やり方としては。なんだ、葉っぱを隠すなら林に隠せじゃないですか。いいと思います。そんな感じですね。あれですね、なんかでも武術の人たちとからするとそのさっきを消すのが理想なんですよね。きっとね。あとマジックの場合はあまりにも全部が怪しい動きの中にシークレットムーブっていうんですけど、それを入れちゃうとちょっとずっと怪しいから何が何だか分かんないようになっちゃう何が不思議なのか分かんないようになるんで、それはあんまりよろしくはないけどね、マジックの場合はね。っていうのはあります。ありがとうございます。マジで死ぬ。でももちろんやったことないと思いますけど、一撃で殺せますよ人。そんなことないですよ。一般人だったら、本当に顔面殴ってあんなんだもん。いやお腹も多分。いや一般人は無理立てないあんなの。立てるとかじゃなくて、破壊できちゃう。いやするよ。本当この距離で交通事故の感じ。車がねバーンだもんね。時の衝撃ぐらいだったんで。確かに昔ミット持ちをしてくれてる先輩とかに、なんか纐纈君のミットは軽トラとかとぶつかった交通事故だって。そう本当そう話しましたちょっと人間の破壊力じゃない感じの。こんな本当心臓とかでバーン打たれたらね止まるよマジで。分かんないんですけど、ここまで来ると、何を目指されてるんですか。本当だよね。熊を殺そうと本当だよね。人を守るためですよね。そうですね。もしもの時のために。宇宙人とかね、なんかその人間の力をシューッともうでもあれですよ、本当いろいろな方とコラボしたおかげで、違う技術とかも手に入って、もうなんか空手のパンチじゃないパンチみたいなのとかも空手で使えるようになって。だってさ、ほら前言ってたシステマとケーブルのとか打ち方ちょっと見せてもらっていいですか。見てる分には絵面はね、威力はもう伝わっちゃうんだけど、見たら打ち方見といて。こっちに立ってもらって。絵面ね、この殴り方例えばですけど、この状態でこっからまず最初手をこうやって振るだけみたいな感じなんですけど、要はこういうのとか使わずにこうやって振るだけで、振る時に体の角度を合わせて、あとはこの回転を乗っけるっていうので、
感じで手を振るだけなんですけど、ある程度パンチになるっていうので、ね、ただのこんなんかさ、こんなやってるように見えるじゃん。いい加減なパンチ、威力が出ないパンチに見えるけど、めっちゃもう分かるでしょ、なんか威力が。でこれにこの体重を落とした時に、ここに落ちた体重がここにかかるようにすることで手振るだけなんですけど、感じでパンチになっちゃうっていう。ちょっとただのフックに見えるのが体重が入るんですかね。下に来る、手打ちに見えるんだけど、ただの手打ちに見えるんだけど手打ちじゃないんだよね。いやもうマジックだこんなのね、いろいろやってるんですよね。ただ表面上はただこうやってるように見えるんだけど、他にいろいろやってるから。だから普通に例えばですけど、何にも考えずに手だけ振ったら、もう、いやそれでもきついけど、普通の人こんなんなっちゃうんで、パンチにはなんないんで、今のでもなんか来てるけどね、普通の人からすると、もちろんもちろん。いやでも全然違いが分かりました。全然違う。重みがその軽いのと重いの一発ずつお願いします。今の、どうしようもないのと、どうしようもないやつは、こんな感じですかね。手の力が手の力で、でこの打ち方の方が疲れるんですよ。正直この辺の筋肉めっちゃ使うんで。なるほどなるほど。であとはもう力抜いてここで。全然違います。全然違うよね。全然違います。いやすげえ。いや斜めにじゃあ落とすってことですね。まあ今のはもう体重をここにポンって乗っけるんで、そっちの方が打ちやすいんで。ねえすげえわ。まあ俺らじゃ真似してもできないし、難しいのと、あともうすぐ痛い。もう痛い。ちょっと異種格闘技やってもらいたかったですけどね。一手ずつ。どういうこと？いやなんかパンチで。手品手品水パンチかける手品じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。もうなんかキラさんと喋ってると多分僕がカメラがどうでもよくなっていくのでまあね撮影モードじゃない感じにはなっちゃうんですけど、参考になるところあったかなと、まあちょっとね僕がほら空手のこと分かんないんで、直接こうやったらなんていうことがお伝えできないんで、なんとかね視聴者の皆さんの脳内変換力に頼った動画になってると思うんですけどいやでもなんかその気づきを得て、なるほど、そうマジシャンの人はそういうふうにして相手の思考意識をコントロールするんだ、じゃあ僕らだったらっていうふうに考えるきっかけとしてはめちゃくちゃいい、あれなんですよね。ならいいです。もう本当僕らって結局はこういう拳と蹴りのやり取りなんで、その相手の思考とか相手の目線をっていう発想の方は、やっぱあくまで付属というか、なんかできたらそっちの方がいいからみたいな感じになっちゃってるんで、そこにそれこそそれのプロのなんで、マジシャンの方はだからそこの辺はやっぱり僕らよりも全然深いですし、毎回面白い話が聞けるので、いやとんでもございません。なんかたまにお酒の席で今のビデオ撮っときゃよかったなるほどなるほど、そう思っていただくことがあるんですね。思うことがあるので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。今日最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。この後はまた概要欄にキラさんの超好き号チャンネルの方をクリックして、ぜひキラさんとのコラボ動画を見ていただきたいんですが、キラさんちょっとなんかよかったら告知を。はいですね、今年2025年のイベントで、熊本県人吉市で鮎の里というその旅館があるんですよ。そちらでショーを行います。いいですね。2つあって、1つは僕の単独の、目の前でのもう少人数制のクロースアップショー、と、あともう一つは僕とそして愉快な仲間たちで、4人でイリュージョンズというショーを行ってるんですよ。それを4月と6月に行います。
ぜひですね、熊本県人吉市の愛の里で行いますので、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひそれも動画概要欄にリンク何かを貼らせていただきますので、ぜひちょっとそちら見てみてください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、おす、じゃあいつもの締めをすみません。おす、日頃僕のチャンネルでは、見れば誰でもすぐに、再現可能なニュース解説など、100% 強くなる動画を毎週金曜18時に公開していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからの彼ら高血の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございます。グズグズでしたけど大丈夫ですか？もう舌が回ってる。いいでしょ、いいでしょ。それもいいと思いますよ。そうよろしくお願いします。ありがとうございます。最大酸素摂取量について YouTube では公開していなかった部分の、深掘り解説をしていきたいと思います。しかも毛細血管の量を増やすことだけが目的であれば、強度は実はかなり低くても大丈夫で、これを1日トータル30分程度行うだけでもトレーニングをやり始めた頃であるわけで十分高い効果が出ることが分かっているので、